第11話謎の獣医師と魔法の猫サム C。 心の教え。コウベイは院長アルンと協力し、赤ひげ先生から学んだ教えを現代の動物病院で実践し始めました。彼の新しいアプローチにより、病院の雰囲気が徐々に変わり始めます。赤ひげ先生の教えは、最新の器具や機械に頼りきらず、基本を大切にすることです。まず、飼い主とのコミュニケーションを重視し、問診、触診、視診、打診の4つの診察法を駆使して動物たちの状態を把握することが重要でした。これらを熟知し、熟練すると同時に最新の診断装置を利用して総合判断を行うのです。コウベイの新しいアプローチで動物病院は美しい心を保ち、丁寧な診察を実施する場所へと変身していきました。伝統的な漢方医学や鍼灸医学を現代のテクノロジーと融合させ、独自の獣医学体系を作り上げることにしたのです。しかし、新しい獣医学体系を学ぶことは容易ではありませんでした。経験と推察が必要なこの新体系は、審議体を必要とするものでした。コウベイたちは覚悟しました。みんなが力を合わせてチームワークで動物たちを救うことを。身分、地位、職種にかかわらずチームとして動物たちを助けたい。これが獣医師コウベイと院長アルンの答えでした。この時、新たな動物看護師が加わりました。彼女たちの名前はナナとアカリ、そしてピエンでした。このうちナナとアカリの2人の動物看護師は、実は妖精の予言書に記載されていた選ばれし人物でしたが、そのことを彼女たちはまだ知りません。ある日、コウベイたちは病院の井戸の中で一冊の魔法の書を見つけました。不思議な声がどこからともなく聞こえてきました。この書には失われた知識が詰まっているが、同時に危険も伴うと。コウベイはその言葉に一瞬ためらいましたが、動物たちを救うために書を手に取りました。ページをめくると、気、血、水の流れや魔法の光についての特別な知識が詳細に記されており、彼はその内容に驚きと興奮を覚えました。そしてその魔法の書には、過去の偉大な謎の獣医師たちの存在が記されていました。彼らの名は陽と富。何もない時代に精一杯良心に従い治療した伝説の魔法の治療医たちでした。彼らの記録は魔法の書のみに残されており、他の書物には一切記録がありませんでした。コウベイはその知識を現代に生かし、動物たちを救いたいと思いました。コウベイは赤ひげ先生と院長アルンの教えを胸に、動物たちのために全力を尽くし続けます。彼の努力と情熱は動物病院を新たな高みに導き、多くの命を救うことにつながるのです。そしてある日、病院に新しい難病の菅研が訪れました。若い飼い主が重い病気を患った犬を連れてきたのです。飼い主は涙ながらに、どうか助けてくださいと訴えました。コウベイはその切実な願いに心を打たれ、全力で治療に当たることを決意しました。コウベイはまず犬の状態を詳しく調べ、最適な治療法を考えました。最新の医療機械や器具を駆使しても治療は困難を極めましたが、彼は決して諦めませんでした。ある夜、
疲れ果てた甲兵衛は魔法の書を手に取り、ページをめくりました。そこには、尿ホアとパンジュという漢方薬の記述がありました。この書に書かれている治療法を試してみるしかない。直感で甲兵衛は魔法の書を手に取り、彼はその内容をもとに特別な調合を行い、犬に投与しました。彼の手は試みたことのない治療に責任感から震えていましたが、心には赤ひげ先生と院長アルンの全力を両親に従い尽くしなさいとの教えを胸に刻み治療を進めました。お願い、助かってくれ、甲兵衛は心の中で祈りながら犬に薬を投与し続けました。時間が経つにつれ、犬の状態は徐々に改善し始めました。飼い主は感謝の気持ちでいっぱいになり、甲兵衛先生、本当にありがとうございます、と涙ながらに言いました。甲兵衛はその言葉に胸が熱くなり、心からの笑顔を見せました。院長アルンは甲兵衛に何よりも救いたい、助けてほしい、そして助かりたいという気持ちが大切だと教えていました。甲兵衛はアルン院長と一緒に器具機械が古くても心の美しいスタッフを集め、世界で一番心の美しい動物病院を作ろうと胸に誓いました。これからももっと多くの命を救うために努力し続けますと甲兵衛は心に誓い、彼の決意はますます強くなりました。そして動物病院での仕事に一層の情熱を注ぎました。こうして甲兵衛とサムシーの新たな挑戦が始まりました。彼らはこれからも多くの命を救い、心に寄り添う獣医療を提供し続けることでしょう。そしてある夜、再びサムシーが現れました。甲兵衛、次の冒険が待っているよ、とサムシーは言いました。甲兵衛は微笑みながら、どんな困難が待ち受けていても、僕は乗り越えてみせる、と答えました。その夜、サムシーは甲兵衛と共に一冊の古びた魔法の書を見ました。日記には、陽と富が残した謎のメッセージが書かれていました。真実を知る者は闇の中に光を見出すと。甲兵衛はそれらの言葉の意味を考えながら、動物たちのために魔法の書の中に隠された秘密を解き明かす決意を固めました。翌日、甲兵衛は信頼するナナとアカリに魔法の書のことを話し、3人でその謎を少しずつ解いていくことにしました。彼らは魔法の書に記された手がかりを追い、魔法の国や現実の世界でも古代の遺跡や隠された洞窟を探索し始めました。そこには陽と富が残した魔法のアイテムや失われた治療法の秘密が隠されていました。探しの旅の途中、彼らは謎の影に襲われることもありましたが、サムシーの助けを借りて危機を乗り越えました。影の正体は陽と富の知識を狙う闇の勢力であり、彼らの目的は魔法の書を奪うことでした。ピエンの裏切り。ある日、甲兵衛たちは病院の井戸の中で見つけた魔法の書を研究していました。突然、病院の電気が消え、闇の勢力が襲撃してきました。突然のことで甲兵衛 S たちは驚きと恐怖に包まれながらも、動物たちを守るために立ち向かいました。ナナ、アカリ、ピエンテを貸してくれ、甲兵衛は叫びました。ナナとアカリはすぐに駆けつけ、彼を助けました。しかし、ピエンの姿が見当たりませんでした。ピ
ピエンはどこにいるんだ。コウベイは不安を感じながらも闇の勢力と戦い続けました。やがてピエンが現れましたが、彼女の目には冷たい光が宿っていました。ピエン、どうしたんだ。コウベイが問いかけると、ピエンは冷笑を浮かべました。私は闇の勢力のスパイだったのよ。あなたたちの動きをずっと監視していたの。コウベイはショックを受けましたが、すぐに気を取り直しました。なぜそんなことを。闇の勢力は私にお金と地位を与えてくれると言ったの。私はその2つが欲しかったのよ。ピエンは冷たく言い放ちました。そんな理由で仲間を裏切るなんて。駆けつけたアルン院長は怒りを抑えながら言いました。ここから出て行け、ピエン。君の居場所はもうここにはない。ピエンは一瞬ためらいましたが、すぐに冷たい笑みを浮かべて病院を去りました。ナナとアカリはコウベイのそばに駆け寄り、大丈夫と心配そうに尋ねました。大丈夫だ。これからも動物たちを守るために、この魔法の書を守り治療に全力を尽くそう。コウベイは決意を新たにしました。